みんな、元気なのだ。動画ナビゲーターのずんだもんだよ。今日は、南米の国、ボリビアに注目していくのだ。実はね、ボリビアって国、ちょっと面白い秘密があるのだ。ボリビアは、海に面していない内陸国なのになぜか、海軍があるらしいのだ。びっくりだよね。ずんだもんも最初は信じられなかったのだ。今日はそんなボリビアから、ずんだもんがえりすぐりのニュースを3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。なんと、ララ、アルセ、カスティージョ、アギレラ、ルッソー提訴と発表っていう、ちょっと長めのタイトルだけど、すっごく重要な記事なのだ。エドマンド・ララ副大統領さんが、前の大統領さんとそのお仲間さんたちを刑事で訴えるって発表したんだって。TikTok で誰も逃げられないのだって宣言しちゃうなんて、かなりの本気度が伝わってくるのだ。不正を働いた人はやっぱりちゃんと責任を取るべきなのだ。このニュースかなり熱い展開になりそうなのだ。この動画が面白そうだなって思ったら高評価とチャンネル登録忘れずにお願いするのだ。さあみんなで一緒に今日のボリビアニュースをじっくり見ていくのだ。最後まで楽しんでいってね。皆さん、こんにちは。今日は南米大陸中央の内陸国、ボリビアをご紹介するね。アンデス山脈に抱かれ、妖精ストラパスは標高約 3600m と世界最高所の首都なのだ。憲法上の首都はスクレだよ。かつてインカ帝国の一部で、独立を経て共和制を築いた約1200万人の多民族国家なのだ。主要産業は鉱業で、天然ガスが豊富だよ。特にウユニ塩湖の広大なリチウム資源は世界から注目されているのだ。七カ湖の絶景や色鮮やかな先住民文化、伝統的な祭りも魅力的、豊かな自然と奥深い歴史が息づく、そんな素晴らしい国なのだ。一つ目のニュースなのだ。YPFB 総裁、旧地区の責任者を解任という記事なのだ。ボリビアの国営石油会社 YPFB のトップが汚職に関わっている疑いのある旧地区のディレクター全員を解任したのだ。燃料の横領など年間8億から10億ドルもの莫大な経済的損害が疑われているらしいのだ。検察と警察が捜査を始めて YPFB のオフィスにも家宅捜索が入ったのだ。 YPFB の責任者はこれらの悪い組織を徹底的に壊していくと宣言しているのだ。捜査が公平に進むように関係部署の職員もすぐに配置換えしたのだ。 YPFB は自分たちが被害者として全ての刑事手続きに積極的に協力していく方針なのだ。それにサンタクルスでは契約不履行で別の捜査も動いていて、数人の職員が警察で事情聴取を受けているのだ。もちろん国民のみんなに燃料がきちんと届くように必要な対策もとっているのだ。二つ目のニュースなのだ。ララ、アルセ、カスティージョ、アギレラ、ルッソー提訴と発表という記事なのだ。エドマンド・ララ副大統領さんが前大統領ルイス・アルセさんとその協力者さんたちに対して刑事訴訟と責任追及の裁判を始めるって発表したのだ。誰も逃げられないのだって TikTok で宣言したのだ。ララ副大統領さんはアルセ政権が罪のない人々を投獄したり国の資源を盗んだりしたとしてその損害についてアルセさんたちに責任を負わせるのだ。不正を働いた人はみんな法に裁かれるべきだと強く訴えているのだ。アルセさん以外にもエドアルド・ペル・カスティージョ元政府大臣さん、ジョニー・アギレラ元内務次官さん、フアン・ルッソ・サンドバル元警察司令官さんといった社会主義運動 MAS 政府の関係者さんたちも訴追の対象になっているのだ。数日中には検察庁に正式な手続きが始まる予定なのだ。復讐じゃなくて正義のためなのだ。汚職犯はみんなちゃんと司法に出頭するべきなのだとララ副大統領さんは締めくくったのだ。
3つ目のニュースなのだ。 YPFB 前回沈み刑事訴訟に参画へという記事なのだ。ボリビア国営石油会社 YPFB が汚職事件で被害者として全ての刑事訴訟に参加し、捜査に全面的に協力するのだ。 YPFB の社長さんも全国規模の捜査に驚きつつも事実解明に協力すると話しているのだ。月曜日には検察と警察が全国の YPFB 施設で不正請求や燃料横領などの汚職疑惑について家宅捜索を実施したのだ。 YPFB は調査の客観性を保つため関連部署の職員をすぐに移動させたのだ。 YPFB はどんな汚職にもゼロトレランス政策で対応し、ロドリゴ・パス・ペレイラ大統領の指令に従って汚職を徹底的に撲滅するのだ。これはボリビア国民の資源を適切に管理し、信頼できる透明な組織を作るための大事なことなのだ。国民への燃料供給もちゃんと確保しつつ、国のエネルギー安全保障と清潔で信頼される YPFB を目指して頑張るのだ。ボリビアは豊かな自然と歴史、魅力的な文化にあふれる国なのだ。ニュースでは汚職への厳しい対応が報じられ、公正な社会を目指す動きが見られたのだ。この困難を乗り越え、ボリビアが資源の恩恵を国民に届け、より透明で希望に満ちた未来を築いていくことを願うのだ。これからもボリビアの未来に注目してほしいのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。